なぜですね、ポルコは豚になったのかというのの、回答編ですね。これはですね、ポルコがですね、カーチスと対戦する前、一番最初のマンマユート団を倒した後のですね、次の日の昼間にですね、町へ行くシーンですね。町へ行って銀行の親父と話してるシーンでですね、銀行の親父にですね、いかがでしょう、愛国債権などをお求めになって、民族に貢献してはっていうふうに言われたら時にですね、そういうことはな、人間同士でやんなっていうふうに、俺今、声は似てないんですけど、言い回しは何かいいな。ちゃんとモノマネできてたな、というふうに、これね、人間に対する強烈な軽蔑感、侮蔑感があるセリフなんですね。だから、ポルコは豚になってしまったんじゃなくて、自分で豚を選んでるんですよ。豚は人間よりはずっとマシだというふうに、ポルコも宮崎駿も思っている。今時このご時世、この当時のですね、イタリアもしくはアドリア海で、豚じゃなく人間をやっているような奴らは、みんな豚以下だっていうふうに思っている。だから人間に戻れないんじゃなくて、人間になり下がるほど俺はまだ落ちぶれちゃいないぜっていう、このポルコの自意識っていうのをまず最初に押さえておいた方がいいと思うんですよ。宮崎駿自身もですね、紅の豚のパンフレットの中でですね、第二次大戦直前のイタリアではですね、ファシストの連中は共産主義者のことをポルコロッソと呼んでたことがあったんじゃないかなと思ってます。言ってしまえば社会主義という実験が無残な失敗に終わって崩壊している時、俺は一匹だけでもいいから飛んでるぜって言ってるんですよ。それでパリコミューンの歌、さくらんぼが実る頃が好きだっていう図式が出来上がったんです。っていうふうに宮崎駿はパンフレットの中で言ってるんですけども、紅の豚っていうのは何かっていうと、宮崎駿の想像の中で当時イタリアでは共産主義者たちは赤い豚っていうふうに言われたんじゃないのか。そっから始まってるんですね。つまりポルコっていうのは物理的にこういう魔法がかかって豚になったんじゃなくて、ある種の表現として共産主義者っていうふうに言われているという解釈もできると。この解釈の場合、ジーナはですね、セリフのですね、どうすればあなたを人間に戻せるのかしらっていうセリフとか、あとフィオの私がキスしたらポルコは人間に戻るかなっていうセリフっていうのは、すべて言い換えれば、どうすればあなたは共産主義なんていう悪魔のくだらない思想を捨てて、私たちのいる自由で素晴らしい、みんなが豊かになれる資本主義の世界に戻れるのかしらっていうふうに言ってるようにも読み取れるわけですね。で、これは60年代にですね、学生運動をしていた人たちがみんな恋人や家族に言われたセリフとそっくり同じなんですよ。あなたが本当の愛を知ったら、あなたも悪夢のような共産主義から目覚めるんじゃないかしら。本当の何々を知ったら、あなただってきっとっていう。この上から目線のですね、忠告がポルコをめちゃくちゃイラつかせるわけですね。余計なお世話だ。そもそも人間が豚より上だと誰が決めたんだおいっていうふうに怒っていると。これがその紅の豚っていう豚は実は共産主義者のメタファー説っていう考え方で解釈です。